先輩方、私だ。今日もいくつか大事な連絡がある。最初に言いにくいことから言ってしまおうかなと思うわけなんだが、先日アイオボンが負傷して、それでまあいわば敵討ちみたいな感じで飛び出していったペイマンなんだが、非常に言いにくいことではあるんだが、時空テロリストに捕まってしまったということだ。捕虜として今捉えられている。非常に危ない状況だ。最後に眼球チップから送られてきた映像でも分かったんだが、最新鋭の時空テロリスト相手に立ち向かったようだが、やはりまだまだ甘いな。今現在は捕虜として時空テロリストに捕まってしまった。非常に残念なことだ。よって私たちはペイマン救出作戦をやらなければいけない。そして観光しなければいけないという非常に困った事態になってしまったということだ。そして肝心のアイオボンはどうしているのかなんだが、今現在順調に回復を見せているということだ。だからアイオボンの心配をしてくれた先輩方も大丈夫だ。しかしながら残念なことにペイマンが捕まってしまったということだ。それでもはっきり言ってしまうわけなんだが、完全に窮地に立たされているということだ。正直なところ、この救出作戦は私たちの力ではかなり難しい、極めて困難な状況だということだ。そこで緊急収集をかけた。そう、もう気づいているものは気づいていると思うんだが、ロイドがもうすぐ到着する。ロイドといえば異星人と地球人のハーフ、いわゆる超能力者で化け物と恐れられている、いわば超人中の超人だということだな。もちろんロイドが来るということは、ロイドの愛人でもあるタイガーも一緒に来るということだ。しかしロイドが来ればデメリットもあるということだ。ロイドとアイオボンは少々仲が悪い、犬猿の仲だということだな。そしてあと一つ、ロイドが来てしまえば時空テロリストも完全にビビってしまって姿を現さなくなってしまうということだ。ペイマンはおそらくだが時期解放されるであろう。ロイドの力で時期解放するであろう。しかしながらやはり足取りがつかめなくなるがために時空テロの発信源がつかめにくくなってしまうというデメリットもあるということだけれども、もはや
そんなことは言ってられないということだ。ペイマンを救うのが今現段階では最優先事項だからな。まあいい。なんとかなるであろう。それで私たちはジャガーと私とジャガーは一旦追跡から戻ってきた。それで私とジャガーとそしてもうすっかり超人的回復を見せている兵道とで台風10号の中心部分、いわゆる目に侵入し、それで時空テロで日本に上陸をさせようとしている気象テロ行為を弱めるつもりだ。もちろん台風10号非常に大きいから非常に危険だということは100も承知だ。しかしながら私たちの任務というのは時空テロからの攻撃から全地球の人を守るのももちろん任務だということだから、仕方がないことかなと考えているぞ。まだ少し時間があるからせっかくだから質問に答えてみようかな。まず最初の質問はこれだ。なるほど。いわゆる第6巻が少しばかり覚醒しているようだな。もちろんこれはいわゆる超能力だな。よってこのものというのはサイキッカーでもあるということだ。これは別に珍しいことではない。第6巻というのは全ての人物が備えているものであり、覚醒しているかしていないかの違いなだけだ。例えばなんだが、そうだな、現代の芸能人は誰かいるかな。人気お笑いコンビサンドウィッチマンかな。その金髪の男の方だけれども、あの男も少しサイキック能力を披露していたな、過去に。なんだが私の記憶ではゆで卵と生卵を瞬間的に見分けることができるらしい。何も触ることなくだな。他にもあれもサイキック能力、あのサイキック能力もユニークだった。なんだったっけか。住宅街を一人の男が歩いていて、ここの家はテレビがついている、ここの家はテレビがついていないというのを百発百中で当てることができる男がテレビで出ていたな。あれももちろん超能力、いわゆる第6巻の覚醒が原因で、ああいった特殊能力を持ち合わせているということだ。よってこのメールを送ったものというのは明らかに超能力ということだな。次の質問へ行こうではないか。次はこれだ。なるほど。やはり先輩方は人類滅亡が気になるようだな。今の時空が続いた場合、どれくらいで人類が滅亡するのかというのをやはり一番知りたいことであろう。だから私がこの場で今の時空が続いた場合、時空を変えない場合、どれくらいで人類が滅亡するのかというのを言ってしまえば、一言で言ってしまえば、もうじきだと言っておこう。もし変えなければ、もうじき人類が滅亡してしまうということだな。
これは仕方がないことだ。だから私たちが送り込まれているということだな。次の質問で最後かな。次はこれだ。なるほど。正直なところ、非常に言いにくいな。非常に言いにくい。申し訳ないが、非常に言いにくいな。なんでかといえば、本当申し訳ないんだが、私の悪い癖とでも言おうかな、興味深さというのが原因かな。私はよく勝手に、本当申し訳ないが、勝手に他人の意識と接触して、いわゆる悪趣味ではあるが、コントロール、なんと言えばいいかな、いたずらとでも言おうかな。わかりやすく言ってしまえば、例えばある女性がいるとする。その女性の意識に接触を試み、例えば普段見えないものを見えさせたり、それでなんと言いにくいんだが驚いた様子を見て楽しんだりしている。本当申し訳ない。これ以上は言わない方がいいかもしれないな。ということで今日はこの辺で終わるとする。以上だ。